どうもベルです。今回は Doomsday の、ポンペイについて、基礎部分の解説と、実際にポンペイで勝つための攻略をやっていこうかなと思います。まず、このポンペイって何っていうところから、いきたいなと思うんですけども、端的に申し上げると、2週間に1回来る、同盟対同盟の戦闘イベントです。参加するには、同盟が監視塔を30本持っている必要がありまして、なおかつ、同盟の戦力ランクで、トップ20である必要があります。流れとしては、ポンペイ開催週の日本時間の、金曜日の朝9時から、土曜日の朝9時までに、同盟で、こちらですね。こちらで、メインメンバーを30人、予備メンバーを30人、選択することができます。このメインメンバーについては、ポンペイ開始からすぐに、参加できるメンバーで、予備メンバーについては、メインメンバーで参加できない人がいたときに、参加できるメンバーです。一応運営の説明だと、戦闘参加者が10人以下だったら、参加できるとはあるんですけど、なんかこれ30人フル参加じゃなかったら多分参加できるような気がします。ここ若干少し間違えてたらすいません。で、あとメンバー選出と同じタイミングで、ポンペイの開催時間を選択することができまして、これはUTC の時間ベースで書いてあるので分かりづらいんですけども、日本時間で言うと、土曜日の22時から23時。日曜日の朝5時から6時。日曜日の22時から23時。月曜日の朝5時から6時。このいずれかを選択することになります。日本チームだと、土曜日か日曜日の22時から23時にね、やるチームが多いのかなと思います。で、このポンペイの開催時間とメンバー選出に関しては、同盟の R4 以上のメンバーが、選択可能なので、各同盟によって、開催時間だったり、そのメンバーの選出ルールだったりっていうのは、違うかなと思うので、そこについては、同盟の R4 だったり、リーダーに、ご相談いただくのがいいんじゃないかなと思います。希望性のところもあれば、またうちとかだと、アイランドだったり、闇の封鎖だったり、ハイブだったりで、貢献している人を優先的に、選出してます。実際にね、ポンペイの戦い、見ていきたいんですけども、大まかなルールとしては、相手の同盟と、施設を占領し合ったり、ゾンビを倒し合ったり、あともう一つ争奪対象のものがあるんですけども、それを取り合って、自分の拠点まで、輸送できたらポイントを稼ぐことができて、このポイントを多く稼いだ方の勝利です。マップについてはこんな感じで、ポイントを稼げる施設だったり、ゾンビのスポーン場所だったり、あとテレポートするためのヘリポートですね。それらなどがあります。これらでどうやって戦っていくかについては、実際の戦闘を見ながら、解説していこうかなと思います。はい、ということで画面の方を切り替えていったんですけども、こちらがポンペイの画面ですね。早速なんですけども、初期位置の近くに、列車があるので、そちらに乗り込んで、ヘリポートを占領しましょう。初期地からだと、遠すぎて本当に何もできないので、まずはこのヘリポートを、占領しましょう。またこのヘリポートなんですけども、場所と、飛べる回数には、制限があるので、最初の、10秒か20秒かは、同盟の強い人だけが飛ぶ。その後は自由にみたいな感じでやるのも、良いのかなと思います。では、ヘリポートの、占領後なんですけども、運用拠点を相手とひたすら取り合います。全勝騎士もあるんですけども、そっちはポイントめちゃめちゃ少ないので、運用拠点をみんなで取りに行きましょう。自陣側に2つと、相手側の陣地に、2つありますので、自陣側については、普通に入って、相手側については、ラリーを打つのがおすすめです。なかなか相手側のところは、先に相手に、防衛体制を、整えられてしまうことが多いので、焦らず落ち着いてラリーを打ちましょう。初回占領でもポイントがもらえるので、結構短期で、ね、突っ込みたくはなるんですけど、それで撃退されちゃったら元も子もないので。あと、この自陣側については、リーダーとして入る人を、最初から決めておくと良いかもしれません。強い部隊リーダーがちゃんと一人入ってるっていうことがめちゃめちゃ重要なので、あとはね、事前に決めておく方が、スムーズに動けるかなというところで。
あと今回の、今流れてる映像の、対戦相手って、突出して T6 の強い人が、2人いたんですけど、その人たちが基本単独行動だったんですよね。なので、その人が、各、運用拠点に入って、ラリー打ってみたいな感じだと、かなりね、うちも厳しい戦いだったかなと思うんですけど、今みたいな感じで、相手がもう単独で5部隊来てるんですよ。そうなれば、こっちはちゃんとまとまって戦ってるので、いくら相手が T6 でもちゃんと追い返すことができるというところで。あとは拠点に入っちゃえば、そこの人のリーダーのステータスで戦うことができるので、無理に野戦せずに、駐屯を優先していただくのもね、非常に良いのかなと思います。なかなかその運用拠点に、200万とか百何十万とか入ってると、短期で落とすのは結構厳しいので、かなりね、もちろんラリー来られたらあれなんですけど、その短期で落とされないってことだけでめちゃめちゃ価値があるので、そうなると、やっぱり、ラリー打ってる時間って、集結する時間プラス、進軍時間あるじゃないですか。その、それでその時間があるからこそ強い火力を出せるのはもちろんなんですけど、ちゃんとその時間を、相手に使わせれば、じゃあ相手の強い人がそっちに、拘束できるわけなんで、ちゃんと今だとね、もうバリバリ短期でめちゃめちゃもう人集まって制圧できてるんで、周りもね、制圧できてるんで、短期で叩いちゃってますけど、基本的には60万だからあれですけど、でもこれも多分、相手がほぼマックスで入ってたら、こっちはラリー打たないと抜けないので、いや、抜けるかな。これぐらい集まってたら抜けますけど、なかなかこういう状況って基本的には作り出すの難しいので、なので、結構中東を優先するっていう考え方は非常に大事なのかなと思います。で、あとは、運用拠点を今回結構メインでお伝えしていったんですけども、前哨基地ももちろん、多少ですがポイントももちろん入るので、その運用拠点、自陣側2つと、相手側2つで、結構拮抗してる時なんかは、隙を見て、前哨基地を相手の取っていったりすると、最終的にポイントで有利になっていくのかなと思います。あとはね、そうですね、今ちょうどですね、5部隊来てるんですけど、こっちもちゃんと入ってるんで、なかなか向こうも襲えないんですよ。そういうところで結構ちゃんとみんなでまとまって行動して、戦っていくっていうのは本当に大事なのかなと思います。で、今、あれですね、C の方切り替わっていったんですけど、こちらはゾンビ狩りですね。中央部の、北と南に、ゾンビが湧くエリアがありまして、そちらに一定間隔でゾンビが出現します。で、そちらを勝っていくことによって、バフを得たり、ポイントを稼いでいくことができます。で、今もうちょっと画面の方切り替わっちゃってるんですけど、さっきの普通のゾンビだったら、1体につき80ポイント。で、今買ってる、このゾンビの、ボス的立ち位置の、バイオ暴君だったら、普通より、1200ポイントですね。獲得することができます。ほんとこれもね、1200ポイントって結構でかいので、出現したら、優先して借りに行くのがね、いいんじゃないかなと思います。で、はい、またね、シーンの方、切り替わっていったんですけども、こちらはインキュベーターの輸送ですね。本来であれば、もっとここ、めちゃめちゃ激戦になって、もうなんか何十部隊とか激突して、もう合計でも100部隊とかいいんじゃないかみたいな場面になるんですけど、ちょっと今回はちょっともう相手が諦めてたので、すごく平和な輸送です。中央に、一定間隔で、このインキュベーターっていうものが出現するんですけど、それをみんなで取り合います。で、こちらを運用拠点への輸送に成功すると、同盟ポイントを3000ポイント獲得することができるので、めちゃめちゃでかいです。あとはウォーター戦争の時同様に、インキュベーターを所持していると、デバフがかかりまして、部隊が全滅すると、そこにインキュベーターをドロップしてしまいます。なので、所持したらひたすら運用拠点に行くことを最優先で考えましょう。基本的には部隊の撤退ボタンですね。そちらを押すと撤退できますので、そちらに輸送していただくのが基本的には良いのかなと思います。あとあれですね。今運用拠点とは言ったんですけど、これ近くの運用拠点が敵に占領されてたら送ることができないので、そういうことも考えるとやっぱり運用拠点ってね、結構、大事なのかなと思います。そんな感じで、この運用拠点と、一応前哨基地、それらを継続して占領しつつ、ゾンビを借りつつ、インキュベーターを輸送して、
あとは少し採取ですね。そちらでも少しポイントが稼げますので、これらを使って、みんなでポイントを稼いで、相手より多くのポイントを稼ごうといったようなイベントになります。個人個人の力ももちろん大事なんですけど、戦力が近い同盟と基本的にはマッチングすることになるので、同盟の連携が非常に重要です。もちろん勝つとね、報酬が美味しくて、負けちゃうと報酬が少し少なくなってしまうんですけども、負けてもね、報酬はめちゃめちゃ美味しいので、メンバーに選ばれたら、参加していただくのが良いのかなと思います。また、個人報酬を獲得するには、個人ポイントを、稼いでいく必要があるんですけども、相手が完全にやる気ないとかだと、戦闘が一切発生しないので、達成が難しい時もね、あるんですけど、普通に戦ってれば、相手の兵隊を倒したことによる、ポイントだけで、普通に10分くらいで全然達成できるので、そこまで意識しなくても問題ないかなと思います。あとは、達成してるか、すみません、参加しているかに関係なく、勝敗に応じて、同盟メンバー全員が、ポンペイのイベント画面より、終了後ですね、宝箱を開けることができますので、そちらにジェムだったり、移転アイテムだったりを、獲得することができますので、ポンペイ終了後には、宝箱を開けるのを忘れないようにしていただくのが良いのかなと思います。最後にね、これ僕個人の、話になっちゃうんですけど、今まではね、ちょっとなかなかポンペイの動画出してこれなかったんですけど、これからね、ちょっと、良さそうなポンペイの戦闘動画があったら、そちらもね、出していこうかなと思うので、ちょっといつ出すかはわかんないんですけど、もし出たらそちらもご覧いただけると嬉しいなと思います。はい。では今回の動画はこの辺りで、締めたいなと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していただけるとめちゃめちゃ嬉しいので、ぜひよろしくお願いいたしますというところで、バイバーイ。